最近の AI ブームで半導体セクターが少し調整局面に入っていますよね。まあ市場全体が少し様子見という雰囲気はありますね。ねえ。だからこそ本当に回復しているのが迷っているあなたに向けて今回の深掘り解説をお届けしたいんです。はい、まさにぴったりのタイミングだと思います。今回の分析資料のメインであるマーベルテクノロジーの決算なんですけど、売上高24億ドルで過去最高って見出しが出てましたよね。会社が示した見通しの中心値を1800万ドルも上回る非常に強い数字でした。そこなんですよ。売上はすごいのに利益の数字を見るとギャップとナンギャップで全然違う結果が出てますよね。はい、そこが今回の決算の最大のポイントになりまして、なんかこれコンビニのプライベートブランドとナショナルブランドの違いみたいなものじゃないですか。どういうことですか？いや、中身のクオリティは全く同じなのに都合よく看板だけすり替えて投資家に過去最高ですって見せかけているんじゃないかって疑っちゃいまして。基準の差ですね。でも会社が一時的な費用を除いた独自基準で見ると、今期の利益が全く違う顔を見せるのが面白いところなんです。違う顔ですか？それって具体的にどういうことなんでしょうか？厳格なルールであるギャップベースで見ると、1株あたりの利益はたったの 0.04 ドルなんです。0.04 ドル。ものすごく少ないですね。ところが、企業が本業の実態に近いとする独自のナンギャップで見ると、これが 0.80 ドルへと一気に跳ね上がるんですよ。ちょっと待ってください。0.04 ドルと0.80ドルって実に20倍の差ですよね。文字通り20倍ですね。同じ期間に同じだけ仕事をしたのに評価が20倍違うってことですよね。これ私の職場の評価制度だったら暴動が起きますよ。暴動ですか？そりゃそうですよ。今月はめちゃくちゃ汗をかいて過去最高の成績を出したのに、課長の気分という独自の基準一つで俺の残業代が20倍も変わるのかって極端な異常事態じゃないですか。見え方は極端ですね。でも、買収したセレスティアル AI への将来払う条件付き対価が帳簿上で増えただけで、実際のお金は出ていってないんですよ。条件付き対価ということは現金が手元から消えたわけではないんですか？そうなんです。マーベルは過去に光接続技術などを持つ企業を買収していまして、はいはい。その契約に将来開発がうまくいったら追加で報酬を払うというアーンアウト条項が含まれていたんです。ふむふむ。成功報酬みたいなものですね。そして今回、その買収した事業の評価が上がったんです。それは純粋にいいニュースじゃないですか。会社としては喜ばしいことですよね。実態としては大成功です。ただ、厳格なギャップの会計ルール上は、将来支払うかもしれない負債の価値が増えたとみなされてしまうんです。成功したのに負債が増えるんですか？その増加分、実に3億3180万ドルを費用として、今期の帳簿から差し引かなければならなかったんです。ほう。つまり本業で稼げていないんじゃなくて、買収先の将来性が高まったからこそ、帳簿上の費用が膨らんだってことですか？まさにそういうからくりなんです。ペナルティのように利益が削られて見えているだけですね。じゃあ、その幻の損失を除いた、本当に実際に稼ぎ出した現金はいくらだったんですか？営業キャッシュフローは6億3880万ドルと、こちらも過去最高を記録しました。おお、それはすごい。リスナーのあなたなら、課長の厳しい評価で削られた薄い帳簿上の利益か、分厚い手元の現金か、どちらを真の企業価値とみなすかという話ですね。そりゃ当然分厚い現金の方ですよ。現金の嘘はつけませんからね。はい。でもその過去最高の現金を生み出しているエンジンって一体何なんですか？その正体は、データセンター事業への劇的な集中なんです。データセンターへの集中ですか？はい。今期のデータセンター向け売上は18億3300万ドルで、マーベル全体の売上の実に 76% を占めています。76%。一つの事業にそこまで依存しているのはある意味リスクのようにも見えますね。ただ、重要なのは、この 76% という圧倒的な比率が、実は前年同期と全く同じだということなんです。急激に生えたわけじゃないんですか？はい。前期からすでにこの極めて高い水準をがっちりと維持しているんです。ほうほう。その上で、会社側は来期の第2四半期の全体売上が前年同期比でプラス 35% になると明言しました。なるほど。データセンター比率の 76% は強固に維持したまま、来期は全体で 35% も成長するってことですね。
そういう見通しになりますね。これ SNS の愚痴アカウントでよく見る家計のパワーバランスの変化にそっくりですよ。家計のパワーバランスですか？夫のお小遣いは月3万円で現状維持が決定したのに、妻の権力と決定権だけが来月から 35% 拡大するみたいな、逆らえない絶対的な巨大な力が働いてますよ、これは。現状維持は強いです。でも、汎用品じゃなく専用設計チップの需要に絞って、超巨大企業からの特殊品を作り続ける戦略がバッチリ当たっているんです。超巨大企業からの特殊品。どこにでも売っている既製品ではダメなんですね。はい。Google や Microsoft といったハイパースケーラーからの AI 投資がこの成長の源泉です。うんうん。彼らは今、既存の汎用チップだけでは処理しきれない壁にぶつかっているんです。それをマーベルの特殊品が解決するわけですか。その通りです。サーバー同士を高速でつなぐインターコネクト技術や、特定の AI 処理にだけに最適化されたカスタムシリコンですね。へえ。汎用的な計算ではなく、データをいかに早く大量に移動させるかというデータインフラ専業としての立ち位置を完全に確立したんです。それが来期プラス 35% への自信につながっているわけですね。ええ、まさにそういうことです。でもその強気な見通しって単に AI ブームだから売れますっていう漠然とした理由じゃないですよね。経営陣の言葉遣いとかに何か変化はあったんですか？非常に鋭い視点ですね。決算説明会で新たに登場した3つのキーワードに注目すると、需要の量から質への変化がはっきりと読み解けます。ほう、質への変化ですか。一つ目は何でしょう？一つ目は自律型 AI、エージェンティック AI です。自律型 AI。これまでの AI とは何が違うんですか？これまでは人間が質問したら一つ答えるという、いわば南北のデータの動きが中心でした。うんうん、一問一答ってやつですね。でも自律型 AI の世界では、人間が一つの指示を出すと、AI のエージェント同士が裏側で何千回何万回と相談し合うんです。AI 同士が勝手に会議を始めるんですか？すると、データセンター内部のサーバー間でデータをやり取りする、東西のデータの動きが爆発的に増加するんですよ。私たちが図書館で司書さんに本を一冊探してもらうんじゃなくて、司書さんが他の50の図書館に電話をかけまくって横の連携を取り始めるような状態ですね。まさにその通りです。だからこそ、電話回線、つまりインターコネクトの需要が跳ね上がるんです。そのトラフィックの爆発に備えるためにマーベルはどう動いてるんですか？それが2つ目のキーワード、プリペイメンツ、つまり前払い金に現れています。前払い金ですか。CFO が第2四半期から約10億ドルの支払いを開始すると明言しました。10億ドルの前払い。それって上司が来年1年分のランチ代10億ドルを今日いきなり全額全払いして、俺の特注弁当を最優先で作れって恩を売りに行っている状態ですよね。時間軸もスケールもむちゃくちゃですよ。先回りの動きですね。でも、それだけ確実に特注品の注文が入るからこそ、先に供給枠を確保する本気の備えだと読めます。確実に売れるからこそ、巨額の資金で製造枠を抑えに行っているんですね。じゃあ、3つ目のキーワードは？ NV リンクフュージョンです。それって、NVIDIA の技術ですよね。はい。CEO はこの文脈において、マーベルの立ち位置を NVIDIA の汎用品とハイパースケーラーのカスタム品をつなぐ架け橋、ブリッジだと表現しました。架け橋ですか。はい。NVIDIA と真正面から戦うのではなく、両アーキテクチャの間の架け橋という中立的な立ち位置を選んだのかもしれません。巨大なプラットフォーム同士をつなぐ高架橋のような存在になろうとしているんですね。ただ、経営陣がどれだけ架け橋になりますって強気でも、アナリストとか市場はそう簡単に信じないんじゃないですか。おっしゃる通り、決して鵜呑みにはしませんよ。やっぱり厳しい質問が飛んだんですか。はい。質疑応答ではかなり鋭い急所を突かれていましたし、決算の数字自体にも懸念されかねない事実が含まれていました。例えばどんな数字ですか。中国向けの売上比率の上昇と手元現金の急増ですね。資料を見ると、中国向けの比率が 37% から 44% へ大きく跳ね上がっていますよ。はい、そうなんです。しかも手元の現金が12億ドルも増えている。本業の営業キャッシュフローは6億ドル台でしたよね。おっしゃる通りです。これ完全にチャイナマネーの波に乗って大儲けしたお金じゃないですか。よし、今日は私のクレジットカードの限度額マックスまで使ってリボ払いでお祝いしましょう。調達の性質が違います。でも、手元現金は社債や株式の発行によるもので、中国向けの大半も国外顧客の工場向けという曇り時々雨の地政学リスクの事実があるだけです。
本業で稼いだ現金がドンと積まれたわけじゃないんですか？ええ、手元現金が増えた主因は、NVIDIA への優先株発行や社債発行といった財務活動による資金流入なんです。そうだったんですね。それに、中国向け比率 44% というのは出荷先の基準であって、大半はグローバル企業が中国国内に構えている製造拠点、つまり工場への出荷分なんですよ。なんだ、中国の国内企業に依存しているわけじゃないんですね。クレジットカードを切る前に止めてくれて助かりました。ええ、冷静な事実の確認が大事です。じゃあ、アナリストたちは質疑応答で経営陣のどこを追求したんですか？大きく3つの急所がありました。まず1つ目は、前期に出た資源配分に対する瞬き発言への追求です。瞬き発言ですか？はい。マーベルはインターコネクトで圧倒的な強みがあるのに、なぜ競争が激しく利益率も低いプロセッサー側のカスタム事業に巨額の投資をするのかと突っ込まれたんです。利益率の高い事業に集中した方がいいんじゃないのってことですね。ええ、ハイパースケーラー向けのカスタム事業は戦略的に重要ですが、利益率という観点では全体の足を引っ張る要因にもなります。確かに投資家としてはそこが気になりますね。CEO は最先端技術で自社を鍛える意義があると熱弁しました。ただ、これが 1.6T 以降による利益率改善につながるかどうかは時期への仮説として残っています。ほうほう、儲けの質が問われているわけですね。じゃあ、2つ目の急所は？成長前提の保守性と時間軸の空白です。時間軸の空白？データセンター向けのインターコネクト事業が素晴らしく成長しているのに、来期の会社見通しが顧客の設備投資額の伸び率と同じくらいに抑えられている点を指摘されました。もっと高い数字を出せるはずなのに隠しているんじゃないかと。金がキャッシュフローを圧迫する仮説もある中で、その利益がいつ数字として乗ってくるのかという時間軸の解像度がぼやけたままなんです。カレンダーのどこに花丸をつければいいのかがわからない状態ですね。じゃあ最後の3つ目は？カスタム事業の持続性と独占性ですね。独占できるのかどうかですか？ええ、2029年度にカスタム事業で100億ドルという長期目標に対して本当に新規の大口顧客を独占できるのかと切り込まれました。競合がもっと安い橋を横に作るんじゃないかっていう不安ですね。はい。自律型 AI の中長期的影響をどう取り込めるかがこれからの鍵になりますね。ここまでは話を総合すると、経営陣は汎用品とカスタム品をつなぐ中立的な架け橋になるという壮大な戦略を描いているわけですよね。ええ、まさにそういう全体像が見えてきます。そのために10億ドルの前払い金まで投じて準備していると。はい、その通りです。でもこの構図ってスケールこそ違いますけど、結局町内会の役員が近所のドブ川に自腹で木の橋を架けて誰も通らないのを腕組みして待ってる状態と同じじゃないですか。規模が違いすぎます。でも看板をすり替えたんじゃなく、巨大な AI 特急列車が通る専用の橋をダイヤより早く自腹で建設し始めている状態なんですよ。最初にお話ししたコンビニの看板のすり替えじゃなかったわけですね。そういうことです。データセンターへの集中と来期の成長加速は明確ですけど、その利益がいつ数字として確定するのか、次回の決算でキャッシュフローと利益率をしっかり検証する必要がありますね。ええ、需要の強さは事実ですが、実現タイミングの検証がこれからの焦点になります。さて、お聞きのあなたに最後に一つ考えていただきたいことがあります。はい。経営陣は自社を汎用品とカスタム品をつなぐ架け橋だと表現しました。ええ、しかし、もし AI のデータトラフィックが予測以上に爆発し、誰もがその橋を通らざるを得なくなったとき、その橋は単なる中立的な通路のままでいられるのでしょうか？ふむ。それとも、誰も避けられない強力な料金所へと姿を変え、莫大な利益を生み出すのでしょうと。あなたの投資ポートフォリオの中で、この架け橋が今後どう機能していくか、ぜひご自身で考えてみてください。非常に興味深い視点ですね。今回の深掘り解説は以上となります。お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。